ヒューモンガスのスタイルはハイパフォーマンスでシンプル。シンプル is best っていう感じでやってる。一番最初はなんだろうな、まあスクーターでジャパニーズスクーター 50cc の、ビーベベベベベっていう18歳の頃に大型バイクを買って、それで初めて自分でバイクをいじるようになって、それがすごく楽しくて、毎日ピザ屋さんでバイトをして、でその稼いだお金を全部カスタムしたいからパーツを買ったりして、でそのまんまこの仕事がしたいなと思ってそのショップでアルバイトをするようになって、僕はホットドッグの前にチェリーズカンパニーっていうショップで働いてて、でそこでホットドッグの川北社長と出会って、で僕がチェリーズを退職した時に社長が声をかけてくれて、で入ることができたんだけど、日本のカスタムショップすごいハードワークだから、もうエブリデイだったのが、ホットドッグはなんだろう、職人クラフトマンスタイルだから、9時に仕事が始まったらまず10時にティータイムがあって10分休憩をして、で12時きっかりに1時間ご飯を食べる。で3時にまたティータイムがあって、で6時にきっかり終わる。ノー残業で、それがもうエブリデイで、しかも日曜日が休み。私は川北啓二と言います。ホットドッグカスタムサイクルのオーナーです。ユートとは10年ぐらい前ですかね。チーターの友達がユートです。でチーターがうちにいて、勉強してました。でユートを誘いました。ユートは5年間です。チーターカスタムサイクルズのチーターです。そうね、ユートと会ったのはチェリーズカンパニーのクロスと仲良くなった時に、ちょうど横にいたすごい目つきの悪いやつがいて、そいつがユートだったんだよね。でちょうど次の年、自分がホットドッグを辞める時にユートを代わりに入れようと思って、でその時声をかけて、でユートもホットドッグ入れて、でホットドッグでは半年一緒に働いて、半年だけいろいろ教えて一緒に働いた。人に喜ばれたいっていう気持ちがすごくあるから、その一緒に働いてる時はもうすごいサポートっていうか手伝ってくれるし、すごくいいやつだった。ホットドッグは5年で独立させてやるよっていうのが社長が最初に言うことで、見習いの仕事を3年間やって、残りの2年で仕事、まだ真のバイク、滝沢さんのバイクとかそういうのをやらせてもらえるようになって、で2年会社に恩返しをしたら自分でお店をやりなさいっていうのが刑事のスタイルだから、俺が店を始める、もう店を始めるっていうのを社長とホットドッグと喋って決まった時に、滝沢さんのバイクを作ってる時があって、で独立することになりましたっていう話をしたら、名前は決まってるのってなって、もう全然俺は逆にその店に対する名前とかって多分みんなすごくそこに対してが一番自分の城だから、お店がすごいこだわって名前をつけるんだろうけど、逆に俺は思い入れがなくて、名前に対して店の名前は何でもいいやと思ってて、だから滝沢さんに相談したらなんか考えてあげるよっていう風に言ってくれて、だから最初ヒューモンガスって聞いた時も全然しっくりこなかったのねどういう意味なんだろうなぐらいだったんだけど、今丸5年経って今6年お店を6年目なんだけど、やっと最近自分の店の名前なんだなっていうのは思うようになってきたかな。My name is Ola Stenegard. I'm the director of design for Ine Motorcycle. The first time I met Yuto-san was at Hot Dog. So I already saw that, well, he's been trained by the master. So I thought, you know, this guy, he really knows how to build a good motorcycle. And then I started seeing, you know, when he went out on his own, seeing the bikes that he built, and they just really, you know, I really like his style. They're badass, super cool, and he's kind of the next generation. When you give a bike to a customizer, you're always really excited to see where they're going to take it. Sometimes a little bit worried that they might take it too far. In this case, it was like perfect. He like took it and like turned up the volume, not just on the whole bike, but like every single part.
like what's so fascinating with customizers like Yuto, they can really zoom in and do all the stuff that we can't do in production, right? Just, you know, narrow the tank a little bit, move the pegs, do a titanium exhaust, paint it black. That takes balls to do that, right? Most would do a nice titanium exhaust and you would leave it in titanium. No, he blacks it out. But like taking like this attention to detail to everything that we just can't do in production, right? It's amazing to see. Like turning up the volume on every single piece. It's awesome. だから東京のインスピレーションというとファッションもすごい好きだし、東京の街に似合うっていうそのファッションと景色と自分のバイクが自然にもうあるっていう感じが理想かなと思って、そのカスタムバイクってどうしてもちょっとなんていうの、おーっていうものなんだけど、うちのバイクはそうじゃなくていいというか、自然にそこに似合うっていうのはすごく意識して作ってるかな。アメリカのビルダーさんにはクラブスタイルというか、クルーザー、スピードクルーザーっていう感じでカスタムをしてたから、このバイクはもうノーマルで6インチのライザーがついてたりとかあるんだけど、カウルの形からしてちょっとこうドラッグレーサーというか、俺はそっちで作ろうと思ったから低い感じでまずハンドルを下げる。であとメーターが手前に来てたのかっこ悪かったから、カウルの中にきれいにしまえるようにっていうのをまず考えて、そこからバックステップにしたりとか、チタンでフルチタンでマフラーを作ったり、リアフェンダーがやっぱどうしても大きくて、あそこが一番気になったから、そこは全部やり直そうと思って、タンクはノーマルの形も結構良かったけど、そのエッジがちょっときついなって個人的に思ったから、全部一回カットして板金して全部ボディラインを整えるというか、一番苦労したのはタンクとか、あとリア周りで、フロントフェンダーも同じように全部板金してラウンドになるっていうか、でショートカットだからノーマルに見えるんだけど全部やってるよっていうのがコンセプトというか、メーカーメイドを意識したというか、カスタムビルダーがフルカスタムを作るっていうよりもカスタムのラインじゃないけど、そんなノリで見せれればいいなっていうのはすごく思ってこれは作った。私の名前は小松優斗です。ヒューモンガスカスタムサイクルズのオーナーをやってます。